はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルや SEC 関連の最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後まで、ご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。ヒンマンメールが公開、リップル社最高法律顧問が解説ということで、予定通りですね、ヒンマンメールの方が一般公開となりまして、それに関してですね、いろいろ意見の方が出ております。で、結論から言いますと、これだといったですね、重要な衝撃的なね、情報はなかったというようなね、印象を得ております。で、今回ですね、リップル社の最高法律顧問のスチュワートさんがですね、要約を共有してくれたのと、あと、ジャーナリストの方とかがですね、どこを、着目しているのかとかですね、あと一般ユーザーの方もコメントしておりますので、そちらの方をですね、ざっくり解説の方できればと思います。はい、ではまずですね、いきたいと思います。ヒンマンがイーサリアムの地位や現行法について仲間の役人からもらったアドバイスのいくつかを無視していたということで、アメリカニュースチャンネルフォックスのビジネスのジャーナリストであるエレノア・テレットさんがですね、全文ということで、まず、文章の方ですね、全文の方を公開の方してくれまして、ドロップリンクですね。全文見たい方はですね、今回の動画の概要欄の方に僕の動画の元記事のリンク貼っておきますので、そちらクリックしていただいて、このドロップボックスを見てみてください。で、ツイートの方でですね、このヒンマンのメールから私が得た最大の収穫は、この演説に、意見を述べた SEC 当局はその目的が市場指導にあると考え、それを伝えるような書き方をしようとして、いたということだと。SEC の人はですね、これが市場に影響を与えるので、市場に対してこうだというね、指導を与えるものとして書いていると。書き方をしようとしていたと。で、従ってそれによってね、リップル社の裁判で演説はあくまでヒンマン氏の個人的な意見であると、指導を目的としたものではないという SEC の弁護士の主張が今度は根底から覆される可能性がありますと。ですがね、さらに、エレノアさんですね、読み解いて先を読んでみると、さらに、この資料を読むと、ヒンマンがイーサリアムの地位や現行法について仲間の役人からもらったアドバイスのいくつかを無視していたことがわかりますと。では、この演説は結局のところ彼の個人的な意見だったのでしょうかと。もしそうならなぜそれが市場指導として公表されることが許されたのでしょうか。頭が痛くなりそうですということですね。結構難読されているようです。で、これは今朝のヒンマンメールの中で最も良い取り上げ方と思われると。これは何もないわけではないのですが、決定的なものではありませんということで、このね、エレノア・テレットさんがですね、共有してくれた内容ですね、について、これがね、最も良い取り上げ方ですと、今回のね。ということで、弁護士のコリンズ・ベルトンさんって方がですね、共有の方をしてくださいました。ということで、これは今朝のヒンマンメールの中で最も良い取り上げ方、エレノア・テレットさんのね、これは何もないわけではないですが、決定的なものではありませんと。かなり短いですが、コメントを読む価値がありますと。で、さらにエレノア・テレットさんが、リップル社の最高法律顧問、ジェネラルカウンシルのアルデルティ氏が分析し、新しい、ヒンマン文書の文書提供、ヒンマン文書の、情報提供、ビデオを公開しましたということで共有の方してくださいました。で、これがね、そちらの翻訳になるんですけども、結論としまして、誰がヒンマンに影響を与えたのか、なぜ対立が無視されたのか、SEC からね、ヒンマンに対しての対立が無視されたのか、なぜ SEC はより大きな混乱を引き起こすと知りながら、この演説を公表したのかを理解するために、調査を行う必要があるということで、ビル・ヒンマン氏が、悪名高い演説をしてから5年が経過しました。SEC のリップル社に対する訴訟および7つの裁判所命令により、現在公開されている電子メールや演説の原稿を通して、舞台裏で何が起こったのかをようやく共有することができますと。で、ヒンマンは自分の演説が法律に基づかないでっち上げの分析結果を示し、ハウェイ要素から切り離され、規制の隙間を露呈し、市場に混乱だけではなく、より大きな混乱をもたらすという複数の警告を無視していたことが今でわかりますと。再確認、ヒンマン氏は SEC のコーポフィンの責任者として2018年6月に講演を行い、トークンが十分に分散化した時点では証券ではないと宣言し、十分に分散化の判断をする際に考慮すべき要素を発案しましたと。
ヒンマン氏はこの演説は個人的な見解であると主張したが、同氏と SEC は指導としてこれを公表しましたと。その後 SEC のジェイク・レントン委員長がこの演説を公然と取り上げた。 SEC は訴訟におけるこの演説の重要性について何度も意見を変えているが、この演説は SEC のウェブサイトに掲載されたままであると。次に SEC の上層部がヒンマンが演説を作成する際に彼の演説について直接何を言ったのかを見てみようと。ヘッドオブトレーニング&マーケッツは、要因のリストが非常に広範囲であり、典型的なハウェイ分析を超えるものが含まれているように見えるため、何が証券であるかについてより大きな混乱につながるのではないかと懸念していると述べましたと。ヒンマン氏はその懸念を無視しましたと。で、T&M はヒンマンに新たに考案した要因をより密接かつ明確にハウェイ分析に結びつけるように直接求めましたと。ここでもヒンマン氏はその提案を無視したと。で、OGC と T&M はこの要素を法的に無関係としたと。で、ヒンマン氏がね、その発案した、その考慮された要因っていうのは、この個人またはグループはデジタル資産の価値の上昇を引き起こすための努力を費やす動機となるようなデジタル資産に対する利害またはその他の利害を持ち続けたのかということを、考慮する必要があるということで発案したと。ただそれはね、このトップの人たちはその要素は法律的には無関係としていたんですけども、ヒンマン氏はそれをただただ貫いたと。で、T&M と OGC はヒンマン氏がデジタル資産が有価証券の法的基準を満たすかどうかという重大な管轄権をめぐる問題をすっ飛ばしていることを指摘しましたと。彼は SEC の監視がヒンマンの考えに役に立っているのかどうかを尋ねることに飛びついたと。で、ヒンマン氏はこの規制の乖離を、無視したのですと。で、6月4日、ヒンマン氏はイーサリアムを証券として規制する必要性を感じず、その週のうちにブテリン氏、イーサリアムの CEO ですね、に電話して、我々の理解を確認する予定だと記したと。で、6月12日、OGC は演説の中にイーサリアムに関する直接の声明を含めることに懸念を示したと。なぜなら、将来的にイーサリアムについて別の立場を取ることが困難になるからだと述べましたと。イーサリアムは引用例として残りましたと。では、どうすればいいのか。まず、SEC のウェブサイトから演説を直ちに削除すること。何が、あるいは誰がヒンマンに影響を与えたのか。なぜ対立、あるいは少なくとも対立の外観が無視されたのか、なぜ SEC はより大きな混乱を引き起こすと知りながらこの演説を公表したのかを理解するために調査を行う必要がありますと。で、最後にトークンが有価証券であるか否かを真剣に議論する際に、ヒンマン氏の演説を二度と繰り返してはならないと。選挙で選ばれたわけでもない官僚は、この管轄の制約の中で法律を忠実に適用しなければならないと。ヒンマンが試みたように新しい法律を作ることはできないと。ヒンマン氏のようにね、その選挙で選ばれてもないね、人たちがこのような演説を行って、その管轄のね、制約を外にね、及ぶことはしてはいけないよと。法律を新しく作ることは、議会であるからこういったことはできないということですね。スチュアートさんがざっくりですね、共有の方をしてくださいました。でね、これに関して、またね、続いて、リップル社の公正な通知に対する防衛策については、爆弾発言はなかったが、有効であったというのが、私が法律関係者から聞いているヒンマン社の文書に対する意見の共通点のようであるということで、エネロさんがね、コメントされて、一般ユーザーの方がですね、ヒンマンメールは私たちがすでに知っていること、つまり汚職を示すだけだろうと考えていましたと。私の心を揺さぶるような爆弾発言があると期待していたのですが、今のところ検討見当たりませんと。リップル社の公正な通知には大いに役立ってますと。これは私たちは汚職政府には慣れきっているので、これには衝撃を受けなかったと。で、公正通知、役立ったと考えられている公正通知の防御というのは、SEC がですね、事前に何が証券違反であるか、何が違反でないかを公平に通知がなかったという、リップル社の主張ですね。だからイーサリアムとね、やり取りばっかし合ってて、リップル社とはどうだったのかと、公平ではないんですかと。
で、これを切り出す、これをね、切り札と出すときは、公平に通知がなかったから証券となってしまった後、続いてしまうことが結構ですね、過去いろんな弁護士の方が懸念されてるんですよ。で、これを最後にね、切り札として、出すときには、もうリップル社の賠償責任ね、を少なくするためとか、だから公平な通知がなかったから証券ですよってことになってしまうので、そもそも証券であることを認めてしまうことになりますので、まあ、最後手段ですね。それには今回効いてくるんではないかと。だからイーサリアムのね、そのブリテンさんとの電話とかね、イーサリアムとばっか積極的にやり取りやってたっていうところが書かれておりますので。で、これに対して、リップル社の公正な通知に対する防衛策については爆弾発言はなかったが有効であるというのが、私が法律関係者から聞いているヒンマン社の文書に関する今回の意見の共通点のようであるということですね。で、公正な通知の公弁に関しては、今回に有効になる可能性はありますけども、まあ、実際にね、致命的なものっていうのはですね、まだ見受けられているようではないようです。まあ、いろいろな意見がね、またこれから出てくるかと思いますので、あと、ジョン・ディートン弁護士の方もですね、今後動画の方でね、また共有の方するような予定の方もですね、ツイートの方されてましたので、また新しい情報出てくるかと思いますが、まあ、今のところはですね、まあ、期待してたもののね、皆さんが期待しているような重要なね、ところはまだ出てきてないっていったところになります。ということで、まだですね、略式判決、続いておりますので、引き続きですね、僕の方も、またですね、詳細の方を追ってですね、配信の方をしていきたいと思います。ということで、僕の方で今、リップル関連、SEC 関連、フレア、あと、ソロジェニック、コアリウムですね、あと、イノシス関連もですね、すべて、海外の方から情報の精査してですね、毎日情報の方は見ております。で、動画の方もですね、できるだけ毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画も見ていただければと思います。またですね、質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄概要欄の方にですね、僕の公式 LINE のリンク貼っておきますので、何か気になることと、あと不安な点とかですね、あとはわからない点とかございましたら、そちらにご連絡いただきましたら、僕の方でご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安さん流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINEの登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方にすべてね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方をさせていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。